道の夜。では、この白いものが本当は何かわかりますか？先生は星座の図の銀河のところを指しながら聞きました。数人の学生が手を挙げました。ジョバンニさん。ジョバンニは何も言えませんでした。銀河はたくさんの星です。知っています。でも最近アルバイトが辛くて何も考えられなかったのです。意地悪なザネリが前の席から振り返って笑いました。カンパネルラさんはわかりますか？先生は手を挙げていたカンパネルラに聞きました。すみません、わかりません。カンパネルラは答えませんでした。でもわからないはずがないのです。カンパネルラのお父さんは博士で、星の本をたくさん持っています。いつかジョバンニはカンパネルラのうちで大きな銀河の写真を2人でたくさん見たのでした。でもジョバンニが答えられなかったので、カンパネルラはかわいそうに思って自分も答えなかったのです。ジョバンニの目は涙でいっぱいになりました。先生は言いました。今日は銀河のお祭りですね。皆さん、今晩は夜空をよく見てくださいね。学校が終わると、同級生たちはみんな祭りの準備に行きました。ジョバンニはアルバイトに行かなければなりませんでした。ジョバンニのお父さんは遠い北の海へ漁に出ています。いつ帰るかわかりません。それで意地悪なザネリたちは悪口を言うのです。ジョバンニはつらいアルバイトが終わると銀貨を1枚もらいました。嬉しくなって口笛を吹きながら帰りました。お母さん、今帰ったよ。具合はどう？ジョバンニは靴を脱ぎながら言いました。ジョバンニ、今日は涼しくて具合がいいよ。お母さん、牛乳は届いている？今日は来なかったよ。今晩は銀河のお祭りだね。僕、牛乳をもらいに行くから途中でお祭りを見てくるよ。ジョバンニはまた靴を履いて家を出ました。牛乳屋には年を取った具合が悪そうな女の人がいました。今誰もいないのでわかりません。明日にしてください。お母さんが病気なんです。今晩じゃないと困るんです。じゃあもう少し後で来てください。そうですか。ジョバンニは牛乳屋を出ました。交差点を曲がったとき、7人くらいの学生が歩いているのが見えました。ザネリたちです。ジョバンニはドキッとしました。ザネリも気がついてジョバンニに悪口を言いました。他の子供たちも真似して悪口を言いました。カンパネルラもいました。カンパネルラは気の毒そうに少し笑ってジョバンニを見ていました。ジョバンニは寂しくなって走りました。ジョバンニは丘に登りました。草の中に青く光る小さい虫がたくさんいました。釣りが寝そうか
野菊の花が一面に咲いていて、鳥が一羽鳴きながら飛んでいきました。ジョバンニは冷たい草の上に寝ました。子供たちが歌う声や口笛がかすかに聞こえています。悲しくなってジョバンニは空を見ました。不思議な光がチカチカしていました。それがだんだんはっきりになりました。ジョバンニは何度も目をこすりました。現場ステーション、現場ステーション。気がつくと汽車の中にいました。座席に座って窓の外を見ていたのです。前の席に濡れたように真っ黒な上着を着た子供がいて、窓から顔を出して外を見ていました。誰かわかりませんが、知っている人だと思いました。すると急にその子供がこちらを見ました。カンパネルラでした。みんなはね、ずいぶん走ったけど遅れてしまった。ザネリもね、ずいぶん走ったけど追いつかなかった。ジョバンニは、そうだ、僕たちは一緒に出かけたんだったと思いました。どこかで待っていようかと言うと、カンパネルラが言いました。ザネリはもう帰ったよ。お父さんが迎えに来たんだ。少し青い顔をして苦しそうでした。しかしすぐに元気になって言いました。もうすぐ白鳥の駅だよ。僕、白鳥を見るのが本当に好きだ。そして黒曜石の地図を出してみました。真っ黒な板の上に駅や森の印が美しい光で書いてあります。今僕たちがいるところはここだろう。ジョバンニは白鳥と書いてある駅の印のすぐ下を指しました。そうだよ。ジョバンニは楽しくなりました。窓から顔を出して天の川を見ました。そのきれいな水はガラスよりも透き通って紫の細かい波が立ったり虹色に光ったりしていました。外の野原にはあっちにもこっちにも光るものがありました。遠いものは小さくてオレンジや黄色に、近いものは大きくて青白く光っています。あ、リンドウの花が咲いている。カンパネルラが窓の外を指して言いました。芝草の中に素晴らしい紫のリンドウが咲いていました。と思ったら、たくさんのリンドウや他のいろいろなものが光りながら雨のように窓の外を通りました。その小さい汽車は天の野原や川の水や雨のような光の中をどこまでもどこまでも走っていました。お母さんは僕を許してくれるだろうか。カンパネルラが言いました。ジョバンニもお母さんのことを思い出しました。お母さんを幸せにしたい。でも何をしたらいいんだろう。誰でも本当にいいことをしたら幸せだよね。だからお母さんは僕を許してくれると思う。急に汽車の中が明るくなりました。窓の外に
白くて大きい十字架が見えました。前からも後ろからもお祈りをする声が聞こえました。汽車の中の人はみんな指を組み合わせて祈っています。ジョバンニとカンパネルラも立ちました。十字架はだんだん後ろへ行ってやがて見えなくなりました。他の人たちは静かに席に戻りました。もうすぐ白鳥の駅だね。うん、11時ちょうどに着くよ。汽車はだんだんゆっくりになって止まりました。駅の大きな時計は11時ちょうどでした。時計の下に20分停車と書いてあります。僕たちも降りてみようか。うん、降りよう。二人が改札口へ行くと誰もいません。そこから広い道がまっすぐに青い光の中へ続いていました。その道を行くと河原に着きました。河原の砂は水晶の粒でした。小石は全部水晶やトパーズ、ルビー、サファイアでした。川の上の方を見ると6人ぐらいが何か掘っています。その中の一人は学者のようでした。そこを壊さないで、スコップを使ってください。ダメだ、どうしてそんなに乱暴にするんだ。見ると岩の中から獣の骨が半分以上出ています。君たちは見学かい？学者がこちらを見て言いました。ここは200万年ぐらい前の海岸だよ。ここから貝も出る。今川があるところが海だったんだ。この獣は、おいおい気をつけろ。すぐ下に肋骨があるんだから。学者は慌てて走っていきました。もう時間だ。行こう。カンパネルラが腕時計を見て言いました。じゃあ失礼します。ジョバンニは丁寧にお辞儀をしました。二人は一生懸命汽車に遅れないように走りました。本当に風のように走れました。息も切れません。すぐに二人は元の座席に座って窓から外を見ていました。切符を拝見します。車掌が来ました。カンパネルラは小さい灰色の切符を車掌に見せました。ジョバンニは慌てました。上着のポケットに手を入れてみると、4つに折った紙がありました。車掌はそれを丁寧に開いてみました。ああ、これはどこでも行ける切符ですね。結構です。南十字星に着くのは3時頃です。ジョバンニもカンパネルラも驚いてその紙を見ました。黒い唐草模様に十字の文字を印刷した紙でした。ふと気がつくと、近くに6歳くらいの男の子が裸足で震えながら立っていました。隣に背が高い青年がいて、男の子と手をつないでいました。青年の後ろにもう一人、12歳くらいのかわいい女の子がいます。ここは蘭会社ですよ。私たちは天国へ行くんです。見てください。あの印は天国の印です。私たちは神様に呼ばれたんですよ。青年は男の子をジョバンニの隣に、女の子をカンパネルラの隣に座らせました。男の子は言いました。
僕たち船に乗らなければよかったな。隣の座席の客が前に座った青年に聞きました。どこから来たんですか？どうしたんですか？青年は少し笑いました。私たちが乗っていた船が氷山にぶつかって沈んだんです。救命ボートが半分しか使えなかったからみんな乗れなかったんです。ジョバンニはそれを聞いて悲しくなりました。青年は祈るように言いました。何がいいことか分かりません。辛いこともそれが正しいことだったら全部神のお考えなんでしょう。汽車は光る臨港の川に沿って進みました。川の向こう岸に林があって赤く光る実がいっぱいついていました。カササギが飛んでいます。賛美歌が聞こえました。男の子と女の子は窓の外を熱心に見ていました。クジャクがいるよ。変な魚もいる。あれは魚じゃない、イルカだよ。とカンパネルラが言いました。子供たちとカンパネルラはしばらく話をしていました。ジョバンニも窓の外を見ました。どうしてこんなに悲しいんだろうとジョバンニは思いました。カンパネルラは僕と一緒にいるのに女の子と楽しそうに話している。もうすぐ南十字星です。降りる準備をしてください。青年が隣の席から言いました。やだ、僕もう少し汽車に乗っていたい。男の子が言いました。ダメよ、私たちここで降りなければならないの。ここが天国へ行く駅なんだから。女の子が寂しそうに言いました。ジョバンニはかわいそうに思いました。天国なんか行かなくてもいいでしょ。ダメだよ、僕のお母さんも言ったし、それに神様が呼んでいるんだから。カンパネルラが言いました。そんな神様は嘘だ。じゃああなたの神様はどんな神様ですか？青年が笑いながら言いました。ジョバンニは困りました。よく知りません。でも本当の神様は一人だけです。もちろん本当の神様は一人だけですよ。その時でした。川の中に青やオレンジやいろいろな光で散りばめられた十字架が一本の木のように立っているのが見えました。汽車の中がざわざわしました。汽車はゆっくり止まりました。じゃあさようなら。さようなら。青年と子供たちは汽車を降りました。汽車がまた動きました。十字架はすぐに小さくなって見えなくなりました。ジョバンニは深く息を吐きました。カンパネルラ、また僕たち二人だけだね。どこまでも一緒に行こう。カンパネルラは窓の外を見ていました。あそこ、ブラックホールだ。空の穴だよ。ジョバンニはカンパネルラが指す方を見てギクッとしました。大きくて真っ暗な穴がありました。僕、怖くない。どこまでも
僕たち一緒に行こう。ああ、きっと行くよ。カンパネルラが言いました。あの野原はきれいだね。あそこにいるのは僕のお母さんだ。カンパネルラは遠くの野原を指して叫びました。でもジョバンニには見えませんでした。寂しくなってぼんやり外を見ていると、向こう岸に2本の電信柱が見えました。2人の人が腕を組んでいるように見えました。カンパネルラ、僕たち一緒に行こうね。ジョバンニはまた言いました。振り返ると、今までカンパネルラが座っていたところには誰もいません。ジョバンニははじかれたように立ち上がりました。そして誰にも聞こえないように窓から顔を出して力いっぱい叫んで泣きました。窓の外は真っ暗で何も見えませんでした。ジョバンニは目を開きました。元の丘の上で眠っていたのでした。頬には冷たい涙が流れていました。あ、お母さんが待っている。思い出してジョバンニは急いで丘を降りました。牛乳屋で牛乳をもらって家へ帰りました。途中、橋のところで人がたくさん集まっていました。なぜかさーっと胸が冷たくなりました。何かあったんですか？同級生がいました。ジョバンニを見ると走り寄って言いました。ザネリがね、船から落ちたんだ。そしたらカンパネルラがすぐに飛び込んでザネリを助けたんだ。ザネリは助かった。でもカンパネルラが見えないんだ。みんな探しているんでしょ？うん、みんな来た。カンパネルラのお父さんも来た。でも見つからないんだ。ザネリはお父さんと一緒に家へ帰ったよ。ジョバンニはカンパネルラは銀河の外れに行ってしまったという気がしました。カンパネルラのお父さんがいました。もうダメです。落ちてから45分経ちましたから。ジョバンニはカンパネルラのお父さんに駆け寄りました。あなたはジョバンニさんですね。あなたのお父さんはもう帰っていますか？いいえ。おかしいですね。僕はおととい手紙をもらいましたよ。今日くらいに帰ってくるはずなんだが、船が遅れたんだな。博士はまた銀河がいっぱい映った川をじっと見ました。ジョバンニはもういろいろなことで胸がいっぱいで何も言えませんでした。早く牛乳を持って帰ってお母さんにお父さんが帰ることを知らせようと思って町の方へ走りました。